皆さん、こんにちは。新年、今年もよろしくお願いいたします。私は、工部館道場、中島館長の創設された道場の師範代やらせていただいている山口です。今日は、殴り合いより必要なのは、大事なのは平常心だというお話をしたいと思います。ゼネコンにいた頃、地方に社宅借りてたんですね。そしたら夜中にですね、家内が隣の部屋に人がいるって言うんですね。子供が小さかったから、薄明かりの電気をつけてた。そしたら、隣の部屋との襖から人の手が見えたって言うんですね。人の手がつってもね、襖といってもですね、スライドする襖じゃなくて、こういう襖なんですね。この下に布団を敷いてたんですね。これで相手は、こっから入ろうとして押しても開かないから、手を出したらしいんですね。これで、いや、そんなはずはないと思ったんだけれども、その布団を剥いで、それで、ここにジョーというですね、この長さですね、それをかけてたんですね。それを下ろして、開けて、そうしたらなんとそこに、おやーって男が立ってんですよね。その時の恐怖って言ったらですね、もう身動きできないですね。ガチガチになっちゃってですね。これで家内が言ってたんだけど、私の髪の毛が立ってたらしいんですね。これでもう、合気道とか柔道とかそうじゃない。うわーっつってですね、これで、ついたんですよね。そしたら相手がバタンと倒れた。その途端にですね、なんか本当に気がずっと自分の中にこう、戻ってきたなーっていう気持ちがですね、はっきり意識が働いたんですよね。警察へ突き出してですね、後で聞いたら単なる半分酔っ払いみたいなですね、ほんで家の鍵が開いてないところを片っ端から開けてたらしいんですね。だからその部屋に入ってきて、それで何をしようとしたのか、覗きなのかなんかですね、しかも体も大きくない、痩せてるような中年親父。ところが、それがいきなり私の方の準備がなかったらですね、全く身動きできない。それで、あれで、もし相手がですね、刃物で思ってたらですね、合気道何段とかですね、柔道何段って言ったって、ガチガチなんだから、もう、殺されちゃったかもしれないんですよね。ですから、その時に思ったのはですね、合気道の段とかですね、格闘技だとか、あるいは筋肉だとか、そうじゃない、もっと大事なものがあるんじゃないか。それは平常心じゃないかなっていうことにね、気がついたんですね。もしあれが、試合場みたいなとですね、広いところで、相手が親父が出てきて、私と対面したらですね、おじさんダメだよ、こんなところで入っちゃう。なんでもなく抑えられるようなおっさんなんですよね。だからそういう人でも真っ暗なところでいきなりふわっと出てきたらですね、もうガチガチになっちゃう。だからその平常心っていうのは、一番大事であって、それで、さらに思いつくと、毎回稽古の前後、神玉に礼拝するんですね。その時に何のために礼拝してるのか、決して強くしてくださいとかですね、試合に勝たせてください。そういうことではないんじゃないかなと。いざという時に何にもわからない時にふわっと出てきても、もう力を抜いてですね、まあまあおじさん、ここへ来ちゃダメだよ。あるいは何が言いたいの？そういう平常心を私にください。というようなことで神棚を礼拝してるのかなっていうふうにですね、思ってるんですね。だから道場でも時々そういう話をして、皆さん神棚に礼拝してますけども、どんなつもりで礼拝してますか？そういう話をすることがあるんですけども、話を戻りますと、そんなか弱い華奢な覗き親父がですね、道場の稽古では絶対身につかない平常心が大事だと。殴り合いより平常心だ。それを教えてくれたんだなということですね。私の最良の教師だったかなというふうに思っております。今日はそういうことで、殴り合いよりもじゃないけれども、殴り合いは大事、投げ合いは大事ですけど、平常心はもっと大事というお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。またお目にかかりましょう。